アカウントが急に閉鎖されてしまいましたと。テスターには14日間以上連続でクローズドテストにオプトインする必要がある。さすがにちょっと厳しすぎないかと。こんにちは、スクールの加藤です。日本とベトナムでゲームの会社を経営しておりまして、ゲームの専門家として活動しております。よろしくお願いいたします。年度末に少し残念なニュースがございましたので、皆様にご紹介をしたいと思います。小さなニュースですので、そんなに大きな影響はないかなとは思うんですが、ゲームを開発している方にとってはですね、少し気になるニュースだと思いますし、今後大きな流れになる可能性もあると思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。では、どんなニュースかと言いますと、X でいくつかポストされていたんですけれども、デベロッパーアカウントが急に閉鎖されてしまいましたと。Google Play コンソールのデベロッパーアカウントというのを作って、Google Play にアプリを載せていくんですけれども、その Google Play コンソールデベロッパーアカウントをしばらく使っていなかったために、アカウントを閉鎖しましたということですね。こちらを見ますと、なおデベロッパーアカウントの登録料の払い戻しは対応いたしかねます。ご了承くださいということで書かれていまして、結構一方的な内容のように見えまして、ちょっとね、パーって驚いたようなポストがされております。Google Play の、デベロッパーアカウント登録するときにですね、登録料が必要なんですけれども、1回だけ、最初の1回だけ、25ドルの登録が必要になるということなんですね。3000円とちょっとくらいですかね、今の為替ですと。3000円と少し払うんですけども、これは払い戻しができませんよ、ごめんなさいねという内容のメールが届いているということです。これ複数の方がポストしていまして、この方は使ってなかったわけじゃなくて、期間内にアプリを新しくリリースしたのにアカウント閉鎖されてしまいましたと。本当なんですかね。ちょっと、もし本当だとすると少しかわいそうかというか、かなり一方的な感じがしますよね。ちょっと勘違いかもしれませんし、真相はわかりませんが、こういった方もいらっしゃるということで、Google も Apple も個人開発者にいろいろと厳しすぎますよねという意見とか、あとは個人の方にとっては、Google ちょっとアプリ開発して Google Play に公開するのは今後どんどん難しくなっていくよねというような意見も、これは少し前からですが、このニュースを受けてそういったポストも3月31日には散見されていたと。で、これ本当にいきなり閉鎖されたのかというと、そういうことではないようでして、事前にメールが届いていたようなんですね。対象の方に対してデベロッパーアカウントは使用されていないため閉鎖される可能性がありますというようなメールが届いていたようでございまして、こちらにヘルプに情報も出ていたようではあります。ただなかなかその個人の方で、ちょっと趣味的に、あるいは副業的にアプリを開発して載せていこうかしらという方にとっては、そんなに細かくその Google Play コンソールをログインするかっていうとそういうこともないでしょうし、メールアドレス分けてたりするとなかなかちょっとこれにも気づかないというようなこともあり得るのかなと思います。1月30日にお知らせが来て、閉鎖されたのが3月31日ですから、2ヶ月ですね、約60日間という猶予はあったんですけれども、ちょっとお金を払ってアカウントを作った方が2ヶ月の猶予で、アカウントが閉鎖されてしまうというのはちょっと厳しい措置かなというのは私も思います。お知らせが届いた方に関しては、デベロッパーアカウントが閉鎖されるのを防ぐにはどうすればよいですかという Q&A がありまして、こういうことをすれば、アカウントは閉鎖されずに済みますよということで、この方に関しては、閉鎖されなかったと。Google Play のデベロッパーアカウントって、普通皆さんエンジニアの方とか、アプリ開発とかゲーム開発の関係者でなければ、作らないと思うんですけれども、ゲーム開発を勉強したいとか、ゲームを作ってスマホで公開したいっていう時に、Google Play って結構いいプラットフォームなんですよね。25ドルかかるんですけれども、Apple は99ドル
だったかな。$99毎年払わないといけないのに対して、Google は$25先に払えば1回だけでいいということで、例えば高校生の方とかにとっても払える金額でアプリをリリースできるということで、非常にいいなという感じだったんですが、近年結構厳しくなってきてまして、こちらも Google の公式に情報が出ているんですが、新しい個人用デベロッパーアカウント向けのアプリテスト要件というのがあって、こういろいろと書いてあるんですけれども、テスターの募集のところで、ここに重要って書いてあるんですが、テスターには14日間以上連続でクローズドテストにオプトインする必要があることを強調しますということですね。さすがにちょっと厳しすぎないかというのがありまして、14日間連続って結構厳しいですよね。例えばその14日間だったとしても、そのうち何日かとかであればできると思うんですけれども、個人の方がですね、お知り合いにお願いをして、ちょっとテスターになってくださいっていうところまでは大丈夫だと思うんですけど、20人って結構多いじゃないですか。で20人が14日間以上連続で手伝ってくれるってのは相当厳しいと思うんですよね。で、これ一説によると、翻訳ミスで、14日間連続じゃなくてもいいんじゃないかというような説もあったんですが、これ英語版ちょっと探して出してみたんですけども、この英語を読む限りですね、少なくとも14日間継続的にという風に読めるんですよね。どうなんでしょう。ちょっとこの辺、もし詳しい方いらっしゃいましたら、コメントとかで教えていただけるとありがたいかなと思います。Google プレイも個人の方にはとっても厳しくなってきたなと思ってます。ここでアカウントが閉鎖された方がすぐ新しいアカウントを作れるのかっていうのもちょっとよくまだわからないという状態でございますね。はい。でやっぱりなんでしょうね、Google プレイのいいところっていうのは結構誰でも参加ができてですね、以前はApple に比べて、ストアの審査も少し緩かったんですね。これちょっといいとか悪いとかちょっと置いといてですね、Apple は非常にアプリの審査が厳しくて、なかなか審査に通らないってこともよくあったんですが、Google はかつては審査が非常になんていうか寛容で、割と個人の開発者さんにとっては優しいプラットフォームだったんですけれども、最近だんだん厳しくなりまして、個人の方ですと対応が結構難しかったりとかですね、審査落ちやすいとか、いろんな仕様の変更に対応していかなければならないとかっていうことが結構重なってまして、さらに加えてテスターの問題とかですね、なかなかちょっと個人の方が気軽に使えるアカウントというような感じではなくなってきたのかなと思います。これはちょっと一部に仕方がないところもありまして、プラットフォーマーである Google さんにとっては、一部の優秀なゲーム、ユーザーをたくさん抱えているアプリやゲームが Google Play Store の収益の大半を占めていて、その他あまりダウンロードされていないようなアプリっていうのは、彼らにとってはちょっと収益面ではあまりよろしくないということで、淘汰していってるっていうのがあるのかなと思いますし、アプリの質ですね、品質を保つために、一定程度の継続的な活動をしているアプリだけ残ってほしいというのもあるのかもしれません。アカウントを作って1年以上経っていて、アプリを一つも載せてないというものに関しては、非アクティブなデベロッパーアカウントとみなしますよということですね。これは分からんでもないですが、ただお金払って作ったアカウントなので消しちゃうのはどうなのかなと思うんですけどね。どうなんでしょうね。もう一つですね、アプリを提供している非アクティブなデベロッパーアカウントで、1年以上前に作っていて、アプリ公開してるけど、インストール数が1000件未満であると。1000件って結構ですね、個人の方にとってはなかなかの数字ですよね。過去180日間に Google プレイコンソールを使用していないと。使用するっていうのが、ここですね。アップデートとかをしていれば使用したとみなされるということなんですね。わからんでもないけど、ちょっと厳しいですねというような気がしますね。
はい。で、なんか最近ですね、ユニティさんとかも、料金の改定のニュースが昨年ありまして、ちょっと炎上しかけたりとかしておりますけれども、Google もちょっと個人の方に対してかなり厳しい態度になってきているということで、非常に難しい世の中になってきたなと思います。先ほど申し上げたように、Google はですね、結構その個人の方にも寛容な姿勢がありまして、アプリを出しやすい環境にあったんですね。そこは非常にいいところで、品質云々という問題はあったかもしれないんですけれども、雑多なものがたくさんひしめいていたと。それを良しとしなかったということだと思うんですけれども、開発者の裾野を広めるという意味で非常に良かったんですよね。で、先日公開した動画で、元 Twitch のあいはさんと対談した動画があるんですけども、プラットフォーマーにとって多くのチャンネルというのは赤字なんですと。で、それを持つのはすごく大変なんですけれども、裾野を広めるという意味で、そういうのも非常に重要なんですよ。多様性という意味で重要なんですと。で、Google Play Store もそういう姿勢があって、なかなか面白い状態だったと思うんですけれども、今後はそういうことではないということのようですね。1年経って合計インストール数が1000件未満であると、非アクティブなデベロッパーアカウントの要件の一部になってしまうと。180日間で何らかのアップデートとかをしてないと非アクティブですよということですし、メール、事前にね、メールで通知があるとはいえ、気づいてない人もね、2ヶ月だといるかもしれませんが、閉鎖されてしまって登録料もお返ししませんというのは強気な対応というか、強気な姿勢だなという気がいたします。なかなかちょっと個人のゲーム開発者にとってモバイルは難しい環境になりつつあります。スマートフォンというプラットフォームは本来その個人の方とかに向いているんですよね。ミニゲームなども非常に相性が良くて、小さなゲームをプレイしていただくのにすごくいいプラットフォームだと思うんですけれども、どうもシステムの方が、Apple さんもともと審査厳しいとかありますし、Google さんも今回かなり厳しめな対応をしていますので、今後 iOS、Android、スマートフォンのこの2つのプラットフォームは少し個人の方にとってはやりにくいなという状態になっていくような感じですね。インディーのゲームの開発者さんは、Steam の方に今、シフトしつつあるんですけれども、わからんでもないという感じです。広告のこととかね、考えなくていいですし、パソコンの画面でプレイするので、横長の大きな画面で、コントローラーとかキーボードとかマウスを使って、プレイするっていう方が、ゲーム性としてはリッチになりやすいので、開発でいろいろなものを表現したいという方にとって向いているっていうのがもともとありますよね。それに加えてスマートフォンの方がプラットフォームとして厳しくなってきたということになると、Steam の方に寄っていくのも当然かなと思います。が、でもミニゲームとかにね、向いてるスマートフォンのプラットフォームとしてのゲームのとの相性がどんどん悪くなっていくっていうのはちょっと残念かなと思いますね。ということで、今回は Google プレイコンソールのアカウントの閉鎖のニュースをお届けをいたしました。このチャンネルではゲームに関する様々な情報を皆様にお届けしてまいります。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。